もうミストが口に入るから大変だったよね。もう本当に大変、もうね、大変な大きなシャワー浴びてる感じだったよね。顔全部洗えるから、もうほんとヘアメイク全部崩れるの、まず。あそこ行くのはウォータープルーフのメイクしててくださいよ。ヘアメイク全部崩れるから。ジュンとクリスです。で、ベイビー、なんでパリにいるの？トロントじゃないの？カナダの。はい。もう悲しいんだけど、戻ってきました。実はですね、時間がないっていうか、あったんだけれども、あった時間をすべて外行っちゃったね。絶対に時間があると思ってたんだけど、急にいろんな面白いことできたじゃない？とりあえず時間あったら、ベイビーのね、家族いるから、ね、家族と会いたいっていうのはあるからね。そう。なので、しょうがないっていうところもあるけど、まあ、この家族の話は後ほどでするんだけれども、トロントに行ったじゃん？で、その、トロントに行っての思い出は何一番衝撃的な？ナイアガラ。ナイアガラの滝？なんで？本当にすごかった。すごかったね。もう着いたら、わーってやったじゃない？なったね。着いたらすぐそこに川があるんだよね。そう。で、すぐそこにもう本当にナイアガラの滝がもうそこ見えるっていう。なんかね、もう車の中からもう見えたじゃない？そうね。だからめちゃくちゃ近い。ベイビーの家族がいるんだけど、いとこが住んでて、で、いとこが、車を運転してくれるって言って、で、行ってくれたんだよね、ナイアガラの滝まで。優しい。ね。そして、普通に駐車場まで行くんだけども、駐車場行く最中に、みんなって言ってて、向こう側がアメリカだよって言って、崖がこっちあって、こっちも崖があって、そこの、ここに川があるの。崖と崖の間に川があって、ここのところをナイアガラの滝っていうんだよね。私たちをカナダ側の崖、向こう側はアメリカなんだって。面白くなかった？僕は知ってたから、あ、そうなんだ。そっかそっかとなったんだけど、ペイグはすごいびっくりしました。アメリカに行けるじゃん、ここから。いけないパスポート持ってこなかったね。そうだね、パスポート忘れたね。そんな感じなんだと思って、で、ナイアガラの滝がほんと大きくなかった？もう、最初ね、なんかね、一番大きいパートのまでに、いろんなちっちゃいやつもあったんじゃない？ちっちゃいやつ？何それ？なんかね、滝？このぐらい、そう、滝。ちっちゃいやつ。そんなちっちゃいのあった？パーキングから歩いてたじゃない？だからいろんなちっちゃいやつあったじゃない？何が？川だって。ちっちゃいやつもあったよ、こういうやつ。あった。皆さん、川にこう、滑らかにちょっと、ウィーンっていうじゃない、それじゃない。本当にこの、なんか、2メートルぐらいあったじゃない？みたいです。あった。なんかね、だんだん大きくなってて、一番なんかメインのところ行ったら、めちゃくちゃ大きい。すごかったよね、ベイベー。もう本当にびっくり。すぐにね、川にね、飛び込めるっていうか、川にさって行けるよね。そう、なんか。だから、危なと思って、こんな簡単に川に飛び込めちゃうから、ね、滝すぐそこだから危ないんだけど、めっちゃ危ないと思って。もう頑張って飛び込もうと思わないと飛び込めないんだけどね。フェンスあるじゃない？フェンスの、すぐそこ。が川だもんね。だから、携帯とかを落としたらもうバイバイってしないといけない。大変。本当に大変。ナイアガラの滝でいろいろね、写真撮影とかさ、についてしたんだよね。とりあえず2人で撮ったりとか、いとこと一緒に撮ったりとかね。本当に綺麗なんだけど、じゃあ何するっていう話じゃん。そこについて。せっかく行ってるらさ、なんかしたいじゃん。人生は経験です。っていうことなので、人生は経験だから私たちの中では、なんかしないと思ったらね。そうね、だから。で、そこ見たらほら、なんかチケットって書いてあったりとか、ボートが見えたのよ。ボートたくさんあるじゃない？あそこね。たくさんって2つ。アメリカのやつとカナダのやつ。2つあって、それ、いとこに来たら、なんか楽しい。行ったことあるから、行ってもいいんじゃないみたいって話あったし、あとはもう一つあったじゃない？トンネルは、ナイアガラの滝、私たちね、みんな一般的に行けるの上なのね。で、下の方に行けるっていう。で、下の本当に滝の横だよね。そう。に行けるんだけど、トンネルをくぐって。で、また、ナイアガラの滝の中も行けるのね。で、そこはもう本当に、
トンネルを通ってチケット買って行かないといけないんだけど、私たち知らなかったから、行ったら2時間待ちだったの。で、ちょうどその日、いとこの奥さんが、早く帰ってきなさいって感じだったのよ。だから私たちタイムリミットがあって、やばい、これはいけないよ、トンネル行けないよ、これはできないよねって言って、ちょっと待って。何？ちょっと待って、それじゃなくて、奥さんめちゃくちゃ優しいから、そう言わない。だけどそう、私たちにはね。だけど多分ね、いとこには、リナスって言うんだけど、リナス早く帰ってきなさいっていう感じになってて。っていうか、みんな帰ってこいって話。だからその日にね、ちょっとみんなで予定あったのよね、奥さんとね。だから、そう。早く帰ってきなさいみたいな感じだったら、まあいいんだけど、とりあえずタイムリミットがあって、2時間は待てないみたいな感じだったよね。絶対待てないし、あとは、2時間多分することあまりなくない？そこ。あるよ。だってそこでキャフェしたりさ、滝を見ながら。それで、とりあえず痛いなと思ったの、ゆっくりと。そうしたんだけど、タイムリミットがあるものなので、ちょっと悲しくない？せっかくさ、ここまで来たのに、みたいな2時間前後かかって。パリまで。ね。パリから。じゃあ、トロントから。そしたら、ボートがね、見つけてたから、ボート、乗り場が遠いみたいな、遠かったのよ。そこから15分ぐらい歩くと行けるよって言われたんだけどね。なんかね、まず、チケットのオフィスあるじゃない？あそこで、ボートはどうですかって聞いたら、ここじゃないみたい。ってどういう15分歩いて向こうの方に近く行かないとダメ？わかんないって言われたの。そう。15分ぐらい歩いたら、そういう、白いの、テントあって、あそこで聞いてみてくださいみたい。とりあえずね、私たちタイムリミットあるので、15分かかるのか、どうするって3人でね、こちょこちょそう、もう、話してる間に多分、いけるよじゃない？じゃあ、と思って。とりあえず、私とベイビーね、決断ができる方っていうと、どっちかっていうと、ものによるけど、私の方が決断できる人なのよ。で、こっちの方が決断できないの、ベイビー。優しいから。優しいからね。いとこは、もっと決断的な人だったの。だから、もっと優しい。でも私が決めるわがままになるから嫌だなと思って、なんとなく隠してたの、こうやって。初めて、そういう気持ちあったの、ベイビー。当たり前だな。ねえ、ひどいよね。まあ奥さんも帰ってこいって言うから、じゃあ写真撮ってね、終わりにしようねって言ったら、そのいとこがあんなに決断できないような性格なのに、でもせっかくいたから行った方がいいんじゃないって言ったから、言ってくれてありがとうと思って、で、それで私、もう行こうって言ってね。で、行くことになったね。そう、最後、口決めました。で、行ったらさ、本当にすぐに乗れるって感じで、一つのボートにつき700人ぐらい乗れるんだっけ？ 700 人 ?700、乗れるから、どこにいる700人？いないよね、今。すぐ行けるって言われて。そう。すぐ行けるよって言われたね。言われた。じゃあ、お願いしますって言って、行ったね。そう。とりあえず、ボートに乗ったのね。そしたら、やっぱ下から見る景色がやっぱ上と全然違うからびっくりしたんだけど、ナイアガラの滝が奥の方にあるの、15分歩いたから。違います。まず、違います。で、最初ね、みんなね、レインコートもらったじゃない？カッパ寿司のカッパ。オッケー。で、レインコートもらって、全部赤いじゃない？イカゲームみたいでやったじゃない？そういうイメージ。多分ベイビーが言ってるイカゲームってネットフリックスでやってるドラマなの。ネットフリックスってのはわからないからね。そしたらね、そのボートに乗ってね、ナイアガラの滝が遠くにあるわけよ。15分ね。だってね、15分。あれ、遠くになって。で、左側、カナダから行くと左側にね、アメリカの滝があるの。ちっちゃい滝があるの。だから景色的にはカナダ側から見る方が、遠くから見る方が綺麗なんだよね。ナイアガラの滝ってさっき言ったけど、カナダとアメリカの崖の間に流れてる滝はナイアガラって有名なやつで、アメリカの崖からだけ流れてる滝もあるのね、小さいのが。ね。まず最初に。はい。それがね、まずね、ブワーってあって、綺麗だったよね、時あれね。それ最初の滝。と、すごい楽しんでて、もう、晴れてた。晴れてたし、ボートの旅、めちゃくちゃいいよねって話してって、話してる間に急に変わった。何が変わったの？全部。天気変わったし、
天気変わってないの。ナイアガラの滝の方にね、私たち近く行って、本当に滝のふもとまで行く観光のボートのやつなの。やっぱさ、わーって落ちてると、そのミストがバーってあるじゃん。あの中に行っちゃうから、暗くなるんだよね、まずね。めちゃくちゃもうまず全部変わった。まず最初感じること言うね。まず感じたら何？寒くなったし、台風みたいだった。クレイジー台風みたいだった。なんでそこの中に行ったから、だから本当に大きい滝なので、うわーっていうミストがあるの。その中に行くから私たち。で、それで YouTube のために、このために私たち撮ってたんだけど、見てこれを。もう大画面で見てください。声がまず出ないの。もうミストが口に入るから、大変だったよね。もう本当に大変、もうね、大変な大きなシャワー浴びてる感じだったよね。顔全部洗えるから、もう本当ヘアメイク全部崩れるの、まず。あそこ行くならウォータープルーフのメイクしててくださいよ。ヘアメイク全部崩れるから。あとなんだっけ、とりあえず口開かない、目も絶対開けられないよね。だからみんなアメリカ人ってさ、うるさいじゃん、カナダ人って。わーとかって、おーとかって言ってるのに、その時はもう本当にミュートみたいな感じで誰も声出せない。そう、もうたくさん、まあそれでもたくさん飲んでたと思うね。YouTube のためにこうやってたから、ベイビー撮ったね。それ以外の方全員撮ってなかったね。リナスも撮った。リナスも撮った？撮ったんだけど、動画撮ったんだけど、携帯壊れたってtweetいてました。携帯壊れちゃった、ごめん。で、私が撮って、他の人たち撮ってなかったから、アメリカ人とかカナダ人に電話番号渡すから、ぜひ送ってって言われたんだよね。で、それで終わったら、ベイビー全く同じような服を着ていたこの白い。で、私はグレーだったの。皆さんお分かりだと思うけど、グレーは汗がかくと黒くなりますよね。汗がかくところ。それと一緒で、濡れたところ、全部黒くなったね、私。ね。グレーの服着てるのに。そう、ベイビー、面白い。なんでグレーに決めました、あの日。ベイビーが全部スタイリストで決めてます。なので、ベイビーがわざと決めたって感じです。私、毎日着る服、旦那に、託してるので、ベイビーがいつも決めてくれてるのね。ありがとう。very spoiled。うん。でもさ、私そういう服着て濡れてたから、その後に乗る人とか、そこにボートに昔みんなが見てコソコソ喋ってて、こんなに濡れるらしいよ、みたいな感じになっちゃったよね、なんかね。着たくない。いや、やめて。面白いエクスペリエンス。なので、ナイアガラの時、超最高。行ったらね、絶対ボート乗るといいよね。濡れちゃうかもしれないけど、絶対ね、ボート乗ってほしいよね。すごい楽しかった。でも多分サンダルとショートパンツ着てた方がいいかもしれない。夏はね。あっち終わったら、なんかね、ベイビーずーっとお腹すいたと言ってたんだけど。ベイビーだけじゃなくて全員でございます。僕何も言わなかった。いとこは言ってた。だってね、夕方3時ぐらいだったになったよね。一日スーツ食べてないもんね、朝食も入れて。だから、ちょっと食べないといけないかなと思ってたんだけど、僕にはもうリクエストあった。アメリカのダイナ行きたい。と、みたいなカナダに。行ったら、それでベイビー。だからリクエスト一つしかなかった、この旅行で。アメリカンダイナ行きたい。カナダ旅行でね。それでどうなったの？行けなかった。理由は？時間がなかった。そうね、奥さんから早く帰ってこいって言われるから。この10日で時間がなかったって。で、結局行けなかったね、ベイビーね。行けなかった。かわいそうに。バーガーキング行きました。そう。で、帰り道のバーガーキングしかなかったよね。たくさんあったんだけど、時間がなくて、そう調べなかった。そう、本当に、リナスは本当にいい人で、もうね、ベイビーのいとこなんだけど、小さい頃からしてんだよね、昔から。で結構リナスと仲いいんだよ、ベイビーが。めっちゃいい。今回、カナダのトロントに住んでるって前からしてたんだけど、ついでにじゃないくて、本当に彼らたちに会いにも来たので、トロントには。で、それでね、ホームパーティーに呼んでくれたの。どうだった？お家も可愛いし、場所、めちゃくちゃ良かったよね。フランスと違ってイギリスみたいじゃなかった？そう、アメリカみたいよね。最初にこう階段があって登ってお家に入っていくんだけど、
中庭があって、本当に裏側に、お家の裏側に庭があるんだよね。で、こう長方形で、こう1階2階3階みたいなね感じだよね。のだからなんて可愛いんだろうこのお家と思って。めちゃくちゃ可愛いし、本当にアメリカ映画みたいってなってそう。でそれで裏庭にね。カナダなのに。そうカナダなのにそんな感じ。ディナーの時バーベキューしてくれてめちゃくちゃ美味しかったし、本当にねそういう家族の雰囲気、しましたよね。あとはさルカスくん。可愛かった。子供もいます。そう息子さん。もうめちゃくちゃ可愛い。本当にいとことちっちゃいバージョンみたいってなって。そうなんかね髪の毛もなんか金髪を超えた白っぽい感じ。めっちゃもう、僕もそうだったね。あ、そうなの？よこの子。でそれですごい可愛くておとなしい子だったね。そう。でそんな感じのリナスのねお家に行ったんだけど、ベイビーさリナスとはどういう関係なの？仲いい感じじゃない？めちゃくちゃいい。年齢も近いし、1年違う？1年2年だったよ。2年違う。でも子供の時に結構いつも2人だったから、なんかすごいよかった。似てるよね。なんか性格がなんかこう優しさとか似てる？なんか似てる。家族の中で一番似てるこの2人が。でもみんな言ってるね。すごい似てて、すごい似てて、子供の時でもすごい似てたんよね。だからそういう家族いるっていいなってすごく思って。リナスはいつトロント行ったの？7年前かな？ 7 年前に行ったんだ。7年前だと思う。なんで行ったの？最初の時ね、ホリデービザで行ってみようとして、行ったら、エンジニアの仕事を見つけて、多分半年以内で彼女も見つけました。奥さんが今の奥さんか。しかもあれだったんでしょ？奥さんから話しかけてきたって言ってなかったっけ？そうだよね。すごくない？そう。しかもさ、ちょうど知らないけど同い年だったんだよね。そう。ね、すごいよね。だからめちゃくちゃ、すごい。2人めちゃくちゃ可愛い。また奥さんとリナスも似てない？似てる。すごい似てるよね。奥さんも大好きよね。ね、いい人なの、すごく。ここ最近私たちがね、トロント行った時のちょっと前にリナスの誕生日だったんだけれども、私たちそこに入れなかったから、じゃあ私たちなんかサプライズしたよねっていう話で、こんなにお世話になったし、ベイビーのいとこだから、プレッシャーね、あるじゃない？だからよくしたい。いや、ないよ。いい人だから。全然ないです。なんだけど、こっちからこの人からのプレッシャーがあります。で、誕生日したよね。しました。はい。なんかね、いろんなことを考えてたんだけど、また自分の街じゃない？だからあんまり知らないし。自分の街じゃないじゃない自分の街じゃない。じゃない。そう。わかった。オッケー。自分の街じゃない。じゃない？だからあまり場所わかんないし、どこ行けばわかんないし、いる間にちょっといろんな場所を調べて、最後の日決めました。ね。で、それでベイビーがすごいね、いろいろとね、計画してくれて、店員さんに、例えばケーキをね、用意したらね、ハッピーバースデー書いてくれるのとか。で、ちょうどそこのところね、ピアノが置いてあったんだよね。ね。そう。で、そして、ピアノを弾いてくれますかってベイビーが頼んだの。で、それでさ、午後のランチタイムの時だったんだけど、もうケーキが来ましたってびっくりしたけど。そう、なんか、この、ケーキも、見ながら、音楽来ました。そう。わー、すごいよかったよね。もう泣きそうになっちゃって私見てて。逆にさ、誰も歌ってないから、歌わなきゃと思って私頑張って一人だけ歌ったみたいな感じなんだけど。ベイビー結構多分一番上手じゃない？上手とか関係ないよね。やるじゃないみんな。はーってかって歌うわけないのおかしいから。友達で、もうそんな歌ってないよ。だから誰も歌わないからさ、みんなさ、こんな感じだから、ベイビーも、そういう奥さんも。だからさ、かわいそうだね。これ音楽だけでも綺麗だけどさ、なんかこう。僕はちょっとあんまり歌できないから、音楽の方が
いいと思ってて。だっていつも歌ってるもん、ベイビー。みんなの誕生日、ハッピーバースデー歌うでしょ。そうだけど。なのに今回だけ歌わないから、めちゃくちゃ特別なピアノ、めちゃくちゃいい場所だし、僕の声でもう全部超えれちゃうじゃないと思ってた。そこは大事じゃない、ベイビー。You は全然大丈夫。すごい beautiful voice。だから、静かにしました。そういう風に思わずに勝手に歌ってた私バカみたいじゃん。全く。本当に、あんたうるさいわよっていう話になっちゃうよね。もう本当にその後になんか歌ってたんだけれども、歌い終わった後になんかね、シーンとしてたんだけど、すごいなんか感動した。なんかベイビーとリナスのこの関係っていうか、すごい良かったよね。すごい嬉しがってたね。よかった、本当にね。本当おめでとう。おめでとう。で、その後にさ、また変わってミュージシャンが、ピアニストから今度はスインガーになったのよ。あれ嬉しかった、私。なんかさ、ヨーロッパってさ、どちらかっていうとインストゥルメント、楽器、オーケストラの楽器とか多いじゃん、なんだけど、やっぱアメリカ、カナダだよね。ああいうポップっていうかさ、英語でポップみたいな。ちょっと待って、まずね、声でよかったよね。すごいよね。なんかお金払いたいぐらいよね。そう。コンサート来てしまったみたいな。そこまで、びっくりしたよね。ねえ。ほんとびっくりして、ほんとありがとうっていう感じで。そう、ありがとうね。っていうね、そんなね、旅だったよね、ベイビー。だから忙しくてそういうことばっかりやってたから全然撮れなくて今パリで撮ってるんだけど、無事にもうそこから帰ってきたよっていう話よね。ベイビーどうだったカナダ？いきなり？いきなり。だからナイアガラの滝は本当に印象的だし、あとはやっぱ家族リナスのそのケーキでピアノのところは泣きそうになったぐらい心が動いたところ、その2つが多いかな。もう一つあった韓国料理って美味しいっていう心が動いた、この3つかな。3日連続して韓国料理同じですよ言っちゃった。あんなに食べたいとずっと言ってたよ。全然違うのよ。フランスにあるヨーロッパの韓国の。韓国。いや全然違うのよ。ヨーロッパにあるこっちの味と、もう本当に日本と同じで美味しくて3日連続行きました。本当にお世話になりました。そんぐらいかな。そっか。ベイビーはやっと聞きました。カナダ行く時にアメリカンダイナーでしょ。そう、アメリカンダイナーと、前の YouTube の動画で言ってた、ハビエ・ドランの動画のイメージで行ったんだけど、イメージとは全然違うだった。なんかね、本当にカナダすごい好きになった。あったイメージじゃなくて、全然違うイメージ作って、家族もいるし、多分そこは一番強かった。ああ、そうだね。家族のフィーリングで過ごせた。っていうかね、私はあんまりこの経験ないんだけれど、なんかびっくりしたのが、その奥さんの両親にもあったし、その奥さんの両親のベストフレンドがホームパーティーするっていうことで呼んでくれたら、そしたらそのホームパーティーには家族系の人がいっぱい来るのね。インビテーションとかってあって、その方の娘さんの友達だったり、いとこの家族だったり、もうそういうのが集まった感じだよね、家族が。だから、そういったという経験とかね、その両親の人とかも、一緒にさ、ご飯とかして、ローカル的な感じで、なんかさ、過ごせたのは本当に良かった。これ、リナスがいなかったらできなかった。できない。もう本当に、リナスのおかげで、もう、そういうすごい、いい旅行できました。そうだよね。と、なんかカナダで、めちゃくちゃ、なんていうの、ウェルカムの、気持ちあったじゃない？ある。私はカナダ旅行行った時にカナダ人って本当に親切で優しい人が多いなって思って、振る舞いがやっぱりお国柄あるよね、国行くと。カナダの国の方々は本当にお国柄的にすごく親切で優しいなって思った。フランスもっとナチュラルだから、すべて心を隠さずに全部出すじゃん。言ってることは全然違う。僕言ってることは全然違う。何まあ、カナダ人はまあ優しいんだけど、もちろん優しい。だけど、そういうウェルカムの気持ちは、カナダに家族にいるから、なんかこう、はい、おいで、みたいなイメージがあるってことね。
気持ち作りました。そうだよね、イメージでしょ。だから気そう持ちだから。なんていう日本語？わかるよね。だから最初からカナダがウェルカムって言ってるってことでしょ、ベイビーに対して。そう、もうカナダ人じゃなくて、家族いるから、家族の中に入れました。そう。それはめちゃくちゃ感謝しました。これはベイビーの気持ちでございます。一般的に言うとカナダ人は本当にいい人たちなので、皆さん本当に行ってみて、すっごい楽しいよね。楽しい。ね。うん。そんな感じでカナダ本当に行ってきてよかったね、ベイビー。よかったよね。ういー。よかった。ベイビーとこれやろう、これの写真撮影しようってトロンと出たのに、ベイビーがよくわかんないってこんな感じで指がおかしいとこ行っちゃってんだよね。可愛くて。この動画がいいなと思いましたら、グッドボタンお願いします。お願いします。インスタフォローもしてください。YouTube チャンネル登録もよろしくね。では、皆さん次回またお会いしましょう。せーの、あちゅー